今年の夏もウータンのエコツアーにスタッフとして参加させてもらった。インドネシアのジャカルタでウータンのスタッフと参加者さんと合流し、中央カリマンタン州へ。ウータン森と生活を考える会のエコツアーについては昨年の動画にまとめているので、よかったらご覧ください。現地で単純レスタリのメンバーと合流し出発。行程は前回とほぼ同じ。昨年私は途中から合流したけど、今回は全て同行した。森林再生の活動をする単純レスタリのメンバー、彼らが住むスンガイセコニエル村へ到着。到着時に入村の儀式があった。スンガイセコニエル村、愛称単純ハラパン村は人口500人弱の村。私たちは各家庭でホームステイする。通常ここに訪れる観光客はガイド付きツアーに参加し、観光船に乗り景色を楽しみ、船で食事や寝泊まりをしたり、国立公園に行くのがお決まりのコース。中にはガイドさんがおすすめして単純ハラパンに立ち寄って村を散策したり、この先にあるジュルンブンへ行き森を散策したり、昨年私がボランティアをした FNPF で植樹する方もいる。ウータンのエコツアーはスタディツアーのような要素もあり、観光だけではなく現地での体験とともに環境問題などいろいろと学ぶことができるのが特徴だ。フィーディングの時間になったらたくさんのオランウータンを見ることができた。国立公園内には3つのフィーディングエリアがあり、ここはそのうちの1つ。完全に野生というわけではないけれど、観光客がフィーディングの時間に来ればほぼ野生に近いオランウータンに会える仕組みになっている。私もお腹いっぱい見ることができた。2日目は単純レスタリの活動地ジュルンブンへ。ジュルンブンには単純レスタリの新しい拠点ができていた。親や食事をする場所のほかに台所もあった。最近の取り組みでプラスチック製のポット苗から村で作ったニッパヤシのポット苗に変える試みをしているそう。村での伝統文化体験で私もポット苗作りに参加させてもらった。これを購入することで村の方々にも収入がいく。まだ資金面での問題があるけれど大きな進歩だと思った。ジュルンブンでの食事はメンバーの家族が協力して用意してくれた。彼らの活動地の一つ、金採掘跡地の食事場所を見学。金採掘の際に砂を全部掘り出すので土壌が痩せてしまい、ここでは育つのが難しいそう。いろんな方法を試して、今のところ土のう袋に入れて育てる方法が効果的だと分かったとのこと。途中通った際に見た川の合流点。川の色の違いがはっきりとわかる。黒の川の色は泥炭湿地による元々の色。金採掘が始まった後に手前の薄い色に変化したそう。途
中歩いていると昨年の滞在中に植樹活動をした場所を通った。植えたばかりの若い木も見られ、数年後が楽しみだ。昨年私が4週間のボランティアをした FNPF に到着。アスキさんによる説明と質問タイムの後、敷地内の見学へ。昨年参加者さんからバニラの苗木の寄付があった。カリマンタンでは栽培が難しいと言われていたけど、今のところ順調に育ってるようでよかった。敷地内でいろんな野菜を育てていて、実演しながら説明してくれた。近くにある油石農園の見学。油石農園は日本でもいろいろな製品に使われているパーム油を作るために開発された農園。油石農園の問題については以前も述べているので、ここでは割愛します。参加者さんから RSPO に関する質問も出た。問題解決のためにそういった取り組みを行うことはいいと思う。しかし実際現場ではどうなっているのか、仕組みとしてだけでなく規約通りにきちんと機能しているのかチェックを行うことも重要だと私は思った。みんなで看板を書いて植樹体験。代表のアドさんから一本の木の大切さを聞いた。それぞれ思いを込めて選んだ木を2本ずつ植樹。豊かな森に育ちますように。単純原パン村でも油石農園の見学。油石農園で働いたことのあるメンバーから話を聞いた。この村でもかつて多くの人が油石農園で働いた。しかし今は数少なく重労働であったり、それぞれの事情で辞める人は多い。もちろん今でも働いてる方もいて、人それぞれに事情があるだろう。中学校を訪問して一緒に自然素材を使ってオランウータンを作成した。それぞれ名前をつけて個性のあるキャラクターが誕生した。村での最後の夜、中学生たちが踊りを披露してくれた。今回はダヤクの踊りだけでなく、彼らの民族マラユの踊りも披露してくれた。最後に私たちも踊りの体験をさせてもらった。
の日、町へ戻り、みんなでツアーの振り返りを行った。参加者さんはそれぞれいろいろな分野で活躍されている方々。皆さんの話を聞くだけで勉強になったし、これからの具体的なアドバイスもいただいた。参加者さんそれぞれ思い思いに感想を述べてツアーは終了した。私も今回行ったことで以前見えていなかったことが見えたり、より理解が深まった。またいろんな方の意見を聞くことで新しい解決策や方法があり、可能性は無限大だと思った。今回もパーム油について考える機会が多かった。私なりにパーム油の使用量を減らすためにしていること。姉が買ってきたパーム油不使用の食器用洗剤を使っている。米ぬか洗剤も気になるし、5月に行った廃材エコビレッジゆるゆるでは置く灰で食器を洗っていてなかなか良かった。竹炭の衣類用洗剤、マグネシウムを使った洗濯だけをしている方もいる。手作り石鹸、友人の提案でパーム油不使用にした。シャンプーはハーブシャンプー。湯シャンをしている友人も何人かいる。昔ながらの食生活、特に一人暮らしの時、味噌汁と蒸し料理に凝ってた時はほぼ油を使わなかった。パーム油は簡単に手に入るものに入っていることが多いので気をつける。かといってお菓子も食べるし、100% パーム油なしの生活は難しい。それでも一人一人が気をつけるだけでもパーム油の使用量は減らせると思う。そうするとパーム油を作る際の廃棄物を使ったバイオ燃料も減らせるかななんてね。簡単な問題ではないけれど無駄ではないし、これからも伝えていきたい。また日本から来た皆さんに会ってたくさんの仲間がいると感じた。私は森が好きだから、これ以上豊かな森が壊れないようにできる限りのことをやっていきたい。